抑えるっていうのは結構日本人の人多いから、うん、それが美徳というかいいことのようにうん、思ってる人も多いと思うんだけど、逆ですね。あんまり怒らないっていう修行をやっぱりやっちゃってたから、すごい筋金入りの修行をやってちゃったからさ、我慢のフラストレーションが内うん、側で糸になってるってことかな。うそうなるとん、感情を出すことの恐怖の方が勝って出さないっていうこの連鎖がうん、起きるんだよね。感情が出せてるっていうのはうん、うん、信頼関係があるっていうことだと思うね。あ、そうね。そういえば。はい、始まりました。スターシードチャンネルということで、よしです。あきかです。こんにちは。よろしくお願いします。はい。今日はね、なんと始まる前にね、いろいろとお話をしておりまして、はい。僕がちょっと泣いちゃったりとかしちゃったりとかいう事件がね、ありましたけども、これは何をね、言ってたかっていうと、ちょっとこの感情の部分ですよね。感情をはい。僕がなかなか出さないところに対してそう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 。辛いっていう話をね、してたわけそうです。ですよね。うん。はい。すいません。そうそうそうはっきり言っちゃって。いえいえいえ。それで僕が泣いたのっていうのは、それでなんか怒られちゃったっていうふうに泣いちゃったわけじゃなくて、なんかありがとうっていうか、そこにぐしっと来てくれてありがとうっていうね、涙だったわけなんですけど、ただそこで分かったことがまたね、あったというか、はい。やっぱりこの怒りっていう部うんう分を、んうん。この場合はよく溜めてしまうことがあったんだなって見えない部分ではね、あるんですけど、はい。怒りっていうか、例えば人に対して何かね、うん。感情が湧き上がった時に、それを全て内側に溜めてしまうっていうのがあるんですよね。だから、それが多分、たまり、で、あきこさん言ってたのは結局、外側に、それが映し出されちゃうってことがあるんですよね。ちょっとその辺ちょっと教えてほしいんですけど。そうです、そうです。ヨシさんと、やっぱ、だから毎回スターシードチャンネルとかやって、楽しいんですけど、なんか感情としての怒りがたまにわーっと出る時があって、この間の時にだからそれがあったんですね。なんか違和感というか何かと、あとは感情の怒りが湧いてきて、私そんなに怒るわけ、最近はそんな怒んないから、なんだろう、でもちょっとコントロールができないぐらい怒りが出てきて、ヨシさんに対するものっていうよりもなんか当たりたくなってきたんですよね。旦那さんに当たったかな、あれで多分、とにかく出てきて、迷惑だね。はた迷惑を旗迷惑かけちゃいだけど、ましたね。私、発散しまくるので、みんなに怒りまくって当たりまくって、なんだなんだみたいな感じで、旦那さんも怒ってた。怒るよね、そりゃ。いきなりなんか自分が悪くないのに取られちゃったみたいな感じでしょ。旦那さんも誰かに当たってたっていうね、申し訳ないんですけど、連鎖的にそういう感じになって、で、なんでそういう風になったかって思った時に、やっぱりヨシさんがハイヤーに聞いたり、ちょっと私の中で違和感としては、ヨシさんがだからいつも抑えちゃう、感情を抑えるんだけど、それがやっぱり意図になってるんですね。抑えれば抑えるほど、それがなんていうのかな、意図になって気になるというか、なんていうのかな、発散させてないってことかな。自分が発散させてない、表に出してないっていう感じで、表ではやっぱり倍増しちゃうっていう怒りとして、だから外側の人が倍増しちゃうっていうことが、今回は起きたっていう感じだと思って、それでヨシさんにこういうパターン多いんじゃないですかって言ったら、どうですか？結構あるのよ。あるのよっていう。ただ、なんていうの、表面的に、例えばね、仕事だったり、なんかね、そういうのには出ないんですけど、やっぱり深く関わるような、家族の場所であったりとか、いろんなね、そういったところには、やっぱりたまに出てきちゃうんですよね。で、やっぱり聞こえますよね。で、聞こえる。それが、なんかね、これってすごく難しいって分かりにくいよね。っていうのは、例えば普通だったらね、自分がそれ我慢すればいいじゃないかってみんな思うじゃない。例えば何かあったとしても。
で外に出したら、また倍返しになってくるでしょとかって思うじゃない、普通だと。だけど、そうじゃなくて、自分にそれを感情を殺すことによって、溜めることによって、なんかそれが外側にで誰かが発散することになるなんていうのは、みんな気がつかなくない？そうだね。本当に、このパターンってさ、気づかないですよね。でもこれ難しくない？なんで、ね、そんなことになっちゃうんだろうね。なんでこんなことになってる？いや、特にだからこれに気がついたのは、だから本当にこのアセンションの時っていうか、だから現実化が早いから、すぐに、今までは多分タイムラグとかがあったかもしれないよね。だけど、やっぱ今出てる感情がすぐに相手に行って、相手がこうわーってなる感じ、私が自分でやっぱりなった時に、本当にすぐ来ちゃうから、抑える人はやっぱ抑えないでくださいって言うしかないというか、これなんだろうね、意図なんだと思う。自分が意図しちゃうっていうことだよね、だから内側で。内側でね。はい。それちょっとなんかもうちょっとわかりやすく、まあ例えっていうのが、怒り、まずまあどういう感じか、例えば怒りました。僕がまあ例えば怒りました。怒った時に、この野郎ってそこで怒りを出さなかったとします。で、それを抑えたら、意図って何の意図なの？抑えたら意図、我慢かな。我慢のフラストレーションが内側で意図になってるってことかな。我慢っていうのが、なんかだから要は自分の心に反することをやってるわけじゃん。本当は言いたいのに言わないっていうことをやっているから、まあ逆走ですけど、だからそれがなんていうの、我慢のフラストレーションとか、なんだろう、そうしたくないっていう気持ちとかが爆発しちゃうんじゃない？表で。そうしたくないっていう意図を自分で発する。なんだろうね。意図の種類で言うなら、意図の種類で言うと、自分の心に嘘をついてるとかかな。そうか。自分の心に嘘をつこう。なんだろうってなったら、外側で。なんですかね、この意図をちょっと意図としてまあ、例えばちょっとね、意図という言い方じゃない言い方をすれば、まあ、エネルギーで言ったらね、例えば自分の内側にエネルギーを封じ込めたら、このエネルギーが多分どこかで出る、まあ、エネルギーバランスの法則じゃないとわかんないよ。適当なこと言うけど、一方で封じ込めたものはどこかに蓄えられてるじゃないって話。で、それはさすがにこうやってグイってなってたら、どっかで爆発するしかないよね、確かに。っていう意味でもわかるって、そういう意味でわかるね。だから外側でガーンと誰かがそれを爆発させてくれるんでそうそう、みんな繋がってるから、そんな感じで。さっき私思ってたんですけど、私も結構怒る時あったんですよ。なんていうの、怒りっぽい時っていうか、ウニって言われてた時とかは結構ツンツンしてて、結構こう喧嘩っ早いわけではないけど、すぐにカッとなる時があったんですね。でその時はやっぱ抑えてるところがあった気がする、自分が。なんか抑えるところ、そう、自分の中でやっぱこうあるべきとか、なんていうの、こうしなければとか、なんか自分で抑える、自分自身をどっかでこう、なんていうのかな、何か抑えてたりするところがあった時は、そういう感じで自分に対してカーッとこう上がっちゃうっていうかね、熱が上がっていたような気がするんです。今はだからこうあるべきとか全然ないから何でもいいやみたいになってるから、ほとんど怒って。ちょっと待ってね。ちょっとね、マイクが、マイクすいません。ちょっと聞こえにくかった方、マイク変えました。はい。で、さっきの怒りの話ね。で、怒りの話で言うと、だから、誰か我慢してたら、それを何かこうすべきだ、こうあるべきだっていうのを、で、自分で我慢してると、それを、あきこさんの場合は自分で爆発させたってことね。そうそうそう。自分にも厳しかったし、人にも厳しくて、なんかすぐカッとなるというよりも、なんか熱が上がりやすかったっていうか、
怒りが結構強かったような気がする、あの時は。抑えてたかもね。そうだ、自分でやっぱり抑えつけてたところあったもんな、ああいう時は。ほんでね、まあ、例えば、あきこさんは抑えてたら、自分で怒ったわけじゃない？違うところで。で僕は、なんかあんまり怒らないっていう修行をやっぱりやっちゃってたから、すごい筋金入りの修行をやってちゃったからさ、怒らないっていうことになっちゃったと思うのよ。すごい、その怒りがガンガン溜まっても。そうすると、どうも外で誰かが怒ったのかなって話になってくるね。そうなんですよね。そういうこと、そういうこと。あったあった。だから、ヨシさんのせいで私が怒って、旦那さんも怒って、旦那さんはインドの人たちに当たってたぞ。だからすごい、すごい迷惑だね。僕がすごい迷惑かけたってことだよね。そうだね。そうか。で、それはね、でもね、これ見てる人の中にもね、起きてるんじゃない？それ、もしかしたら。あると思うよ。だから抑えるっていうのは結構日本人の人多いから、それが美徳というかいいことのように、思ってる人も多いと思うんだけど、逆ですね。怒りをだからどこかでだから誰かに迷惑かけてるかもしれないって話だよね。あ、そっか。やる必要ないってことなんですよね。だから。怒り、なんか怒りのパターンとしてね、例えばよくまあ、怒りが起きたときに、例えば、普通にこう、感情で伝えちゃうとね、なんか、そうだ、その怒りの出し方どうなんだろう。なんか例えば、普通にめっちゃなんか怒ったときに、その人に罵声を浴びせたとするじゃない。で、そしたらなんかそのエネルギー的な話でよく言うのは、なんかそうやったらそれがまた返ってくるよみたいな話もあるじゃないですか。そういうのはどういうふうに考えたらいいの？あんまり考えなくていいと思う。それはだから出した方が、逆に言ったら出した方がいいっていうか、天と地の想像であって、やっぱりわーって出すと、相手も出しやすくなって、だから出した方がいいんですよ。どんどんお互いに出して、出して出さなくなってくるから、だ落ち着いてくるから、逆になんでわーって出るかっていうと、いつも抑えてるからわーっていうのが出てくるんだと思うんですよ。でもいつも、だから本音を言っていて、自分自身の心にこう忠実にというか、その思いのままにいたらそんなに一気にはわーってならないんだけど、日常すごい自分のパターンとして抑えるものがいっぱいあるから、そんなにわーってやっぱり何かで出そうとした時にものすごい自分がなんか切れるみたいな感じになっちゃうんじゃないかと思うんですよね。あ、そうかそうか。なんか切れるっていうのがね、よくなんだろう、いろんな人で違うかもしれないけど、あきこさん切れるの？最近。切れる。切れる。頭の切ればいいんですよね。それは、それはいいことだね。でも、怒んない。全然怒んない。なんか久しぶりにヨシさんのことが怒って、だから怒んないから、そう、怒んないからなんだこれと思って、そうっていう感じだったですね。なんか、怒んなくなってきたよ。全然怒んない。でもインド合宿も怒り出たから、ヨシさんに私。まあね、それその経緯を言うと、だから僕はね、まあ、あきこさんと会うの、実際リアルなのは2回目だったんでしょ？確かね。だけど、でこうね、いろいろ準備して、ようやく、ね、僕が行ったのに、僕はまあ、人見知りモードが入るから、ちょっとこう、気配消してたら、なんか怒ったそれが嫌だったそう、そこはでもショックだったっていうか、なんで私なんで気配消してるのかなと思ってすごいびっくりして、へーとか思って、あとはやっぱりだからヨシさんと一緒に行ってやっぱり感情としての怒りが出やすかったから、一回それがあったから、やっぱりヨシさんって抑えるなと思って、変な渦できたもん、その怒りの渦みたいな。本当？どこでいつ渦ができたの？渦が私の中でね。インドの合宿の時ってこと？そう。本当。時だな。動画を撮る時にやっぱりそういうあれでしたね。なんか見えてるね、電気見えてるよ。見えちゃった。はい、すみません。はい。そういう感じであったね。でもそれはそれでいいと思うんだけど、私はやっぱりこう相手に伝えるから、ヨシさんに言う時が来たなと思って。ね、ありがとうね。
どうだった言われて。いや、ちょっとね、最初はなんかすごいなんだろう、もうドキドキみたいなね、感じ。ごめん。ビビリだからありましたけど。まあでもなんか本当にこう、なんか本当にそういうのをね、なんかこう、なかなか言ってくれないんですよねっていうのはありませんかねと。まあだから、見てる人たちもそうだけど、ね、なんかね、こう、まあ特にこう、まあ、多くの人はね、じゃあ自分がこう、自分が変わればみたいなところは、まあそういう言い方もあるじゃない。例えば、何かね、こう、嫌だなと思ったことが起きたとしても、自分の考え方を変えればいいんだからっていう風なものもあるじゃない。そういう考え方、捉え方とかも。で、そっちの方でなんかエネルギーをこう抑えるっていうのも、多いと思うんですよ、そういう人が。そっかそう。で、さらには、そういうこと、そういうふうにやってる人に対してね、なんであなたそんな感情出さないんだっていう人なんていないじゃない。難しいところで、感情を出してくれる人にはなんで怒ってんだって言えるんだけど、感情を出さない人に、なんで感情出さないんだって怒る人っていないのよ。わかるわかる。そうよ。だから嬉しい。そうだね。これないのか嬉しかった。だから嬉しいっていうのが、誰も言ってくれないなっていうことなのね。よかった。じゃあ本当にヨシさんみたいに感情を抑えてる人は、やっぱりもう感情を出すっていうことを本当に少しずつでいいかやっていく。で、私はやっぱりそこで、ヨシさんにだからこう怒りみたいな感じで、ヨシさんなんで感情を出してくれないんですかっていうのを一方的に言ってるだけでもよかったんだけど、これだと結局感情を抑える人にとっては分かんないわけだから、私はなんか自分でどうしたらいいかなと思って、じゃあ私は自分の感情をヨシさんに対する思いとかこういうふうに思ってるってことをなんていうのかな、出す思いを伝えればいいのかなと思って、でそれで自分なりにこう考えたんですよね。こうだから自分が先に出してあげるっていうのかな、感情を出してあげることによって相手が出せるようになるのかなと思うから、出せない人が周りにいる場合は先に自分が出してあげると相手の人がこう心を開いてくれたりするのかなと思うんですよね。そうだからそういう話をね聞いた時にね、なんかちょっと僕もちょっとなんか申し訳なかったなっていうのは、マキコさんにもだけど、その僕のね、家族だってすごい親しい人には結構逆にそういう風にさせてたんじゃないかなっていう気がしてね。なんか申し訳なかったなって気もしたのよ。多分でもそこでカルマの解消とかをしてると思うから、お互いにこう感情を出して、そういうのあるみたい。なんか宇宙でやっぱりその感情を押し殺してた人とかは、結構地球で感情をお互いに出して、なんていうのかな、カルマの解放してるっていうのを聞いたことあるので、全部一概に自分が悪かったかなとか思う必要はないと思う。全部が全てが最善だとは思うんですけど、もうそろそろこの辺りのパターンの、理由というか、知る人が増えたらいいよね。原因は結構簡単なことだったっていうことだよね。だから抑えない方がいい。とはいえっていう話もまたちょっとね、声が聞こえてきたような観点を思ったので、とはいえそんな、例えば旦那さんにとかね、こう感情を出してめっちゃ怒っちゃったら、怖いっていう人も多いだろうし、例えばこう、倍にこう言われちゃうとかいうこともあるだろうし、そういう人たちにとって結構ね、怒りを出すってね、怖いもんなんですけど、なんかないですかね。わかるわかる。だから自分で吐き出すってことですね。ここで自分がそういうとこあるんだ、抑えちゃってんだと思って、その人に直接言うとこう倍増したような感じになっちゃうから、ここでやっぱり吐き出すってことだね。もうムカつくとか、チーとか。なんかそういう本当に聞こえるように言ったら同じだよね。チーみたいな。でもね、聞こえるように言っていいと思うよ。私だとしたらチって言うんだったらもう直に言うのと同じぐらいだね。そうだね。チって言われたら結構嫌だもん。チって言ってみればチってね。私よくやるやつみたいな感じで、旦那さんとかやるな、聞いてないけど。でもチって言うんだったらもう言うのと同じじゃないの。そうだね。それ言われた方が楽だよみたいな。そうだね。何でもいいけど、とにかく自分が出す。で、それを別に直接言ってもいいし、言わなくてもいいけど、なんかそれ
を何かの形で出すといいと思うよね。出すことに慣れていく。例えばね、まあまあ、そこでめっちゃムカついたとしますやんか。で、その時に、まあその人に、まあ、ただ、こうね、毒を吐いてもって思ったら、別にどっかちょっとパッて出て行って、この野郎とか言って、叫ぶとかでもいいの？いや、いいね。そうそう、それいいと思う。それでいいのね。それでいいんだ。それでいい。了解了解。まあ、要はそのエネルギーをどっかもう出すってことは大事ってことね。そう。必要も特にないってこと？ない。つけた方がいいの？どっちがいいのそれは。相手にぶつけて、私旦那さんにぶつけて、まただから違うところにぶつかってっていうね、連鎖反応になってたから、私、そう。自分の中で自分でチーってやってればよかったら、でもやっぱり人にやるといいから、まあただしあれだね、ただしそれはすごく信頼関係がある人だとできるってことだねってことは。そうだからある意味感情が出せてるっていうのは信頼関係があるっていうことだと思うね。そうね。そういえばそうだと思う。だからその他人に対してね、チッとか言い始めたらもう偉いことだよね。そうだね。本当に。そうだね。初めて会った人にね、例えば。そうだね。そう出してあげるっていうところですね。それはまあ自分のやり方で、でも認めてあげないと、で、だからいつも抑えてるとでかくなっちゃうんですよ。とにかくわーって怒りもすごいでかくなるから、ちょっとずつ出してれば、なんかだんだんなくなってきたりとか、小さいもので終わるんですよ。でも、抑え続けてるからビヨーンって大きくなって収集つかなくなるっていう感じの人多いんじゃないかな。多い。多分僕なんかは結構そっちタイプに近いんだよね。抑えまくるからさ、無限に大きくなるっていうパターン昔あってね。なんで抑えちゃうんだろうね、これって。まあ、やっぱり抑えて、まあ、要は、過去にはね、出してたって思うよ、それは子供時代とかは。あるタイミングまでは。それなんか、そこで出した時にすごい逆にそれに対してグワーって何か言われるのかわかんないよっていうパターンで、もうやめとこうってなったのか、まあ、はたまた、こうすべきだよも多いよね。大人はそんな感情を出しちゃダメなんだよっていう風な、こうあるべき、こうすべきみたいなところに、なんかね、そういう固定概念になっている人も多いと思う。なるほどね。これは本当に、あとは特にこう、そういうのを学んでる人なんていうのは特にね、感情をいかにこうセーブするかとかさ、そういう本も、こう自己啓発本とかそういうの多いわけよ。だからものすごいもうテクニックばっかり覚えちゃうから、もうなんぼでもこの、貯めれるっていうか。そうするともう本当にもう核爆発ぐらいのエネルギーが溜まっちゃうんじゃない多分。だから抑え込んでる人だから、まあ、宗教のやつとかもやりましたけど、抑え込みの人たちのさ怒りがすごいんですよ。怒りが溜まってるのが分かる。分かるんだ。分かる。だからどっかでそこに対しての前世から持ってたりとか、今世もそのパターンをだからすごい持ってるんですよ。自分が抑えればいいって思い込んでるんだけど、むしろだから外側の世界を複雑にしてるのはあなたですよっていう話なんですよね。実は。そうだと思う。これが本当宇宙の、まあ、実は真理だったんじゃないかと思いますね。じゃあもうそういうね、結構やっぱりまだまだ多いと思うんですよ。まあ今日ね、僕がちょうどそういう話をした後だから、すごい気づきが僕の中にあったから、これは早くシェアしないとと思ってね、こう撮ったんですけど。まあやっぱり多いと思うのでね、なんかそういう怒りを溜めてしまって、しかもそれが外側にガンとこう出ちゃうたまにっていう人も多いはずなので、ちょっと宇宙からのメッセージをまたね、いただきたいと思いますけど。なるほど。そうですね、宇宙からのメッセージ。怒りに対して。はい。怒りに対してのメッセージ。まあ、溜め込んだ遊びみたいな。なんかこう、カメハメハみたいな感じですよね。そうか。
構、なるほどね。それって結構でも、いいことというか、やっぱりその、エネルギーの、使い方だから、それは独特のものみたいなんですね。ただそのエネルギーっていうのは、溜め込むことによって、こうバーッといったりするから、なんか大きいバイブレーションが起きて、そこでの、解放がやっぱり結構あるみたいですね、怒りっていうのは。だから、いいことというか、なんていうのかな。エネルギー的にはこの遊びなんだけど、解放もしているっていうことがあるみたいですね。地球の人はそういう感じでちょっと遊んでるというか、解放してるっていう感じみたいですね。で、それをやってもいいし、やらなくてもいいんだけど、宇宙はいつも結構穏やかであるというか、バイブレーションとしてはもう少し細かいというか、穏やか、穏やかな感じのバイブレーションが多いので、地球の独特の遊びですよっていう感じで言ってますね。いい悪いっていう判断は全然ないですね。今なんでこの怒りっていうテーマになったのかな。出やすいって言ってるな、やっぱしこういう、感情っていうところをやっぱり抑えてきてる。だから地球の人たちはやっぱりそういうところを抑えてきてるっていうところがあるんですね。すごいあるみたいですね。やっぱり今地球の全体を見た時に抑えられてたり抑えてるっていうところが、いいと思っている人たちが結構いるんだと思うんですよ。だからそこを解放してあげる時が今来てるっていうことで、このテーマが、あったみたいですね。ここすごい大事みたい。そっか。はい、ここ結構だから抑えていって、それによってだから地球を複雑にしてたのかもしれないね。抑えつけることによって、そうだから結構その怒りみたいなとこで戦争があったりとか、何かを敵にしてみたりとか、だから外側が複雑になっちゃうもんね。激しいものみたいのがなんで起こってきたかっていうのは、ここをだから抑えつけるみたいなことをやっぱ地球の中の遊びとして結構やってきてるっていうことを今宇宙が見せてますね。じゃあどうすればいいか、私たち一人一人が、解放していくことですね。やっぱりこの自分を抑えないというか、本当に自由に自分を出していく、どんどん発散させていく、循環させていくっていうのがすごい大事です。それによってこのエネルギーのいい循環が起きてきて、調和していきますよって言ってますので、これを見てる方たちは少しずつ自分自身を出していく、調和させていく、発散させていくっていうことをしていってくださいって言ってます。なるほどね。なんか思ったのはね、怒りがあった時に、溜めちゃうとなんかもう深刻なぐらいに出しちゃうじゃない？出した時に。だけど、よくよく考えたら、さっきのなんか、そういう結構地球的な遊びだよみたいに思ってたら、来た、ちょっと出してやれみたいな感じで、ピロって軽く楽しみながら出せんじゃないかなって気が今したんだけど。ピロそうね。そうね。そういうことかな。そういうこともあるかな。そういうことも、怒り、そうだね。結構激しめになるっていうことの遊びをしてったっていう感じみたいですね。そっか。感情のバイブレーションですから、すごくなんていうのかな、激しいんだけど、この感情によって、私たちはすごい気づきがあったりとか、なんていうのかな、揺さぶられたりするからね、結構怒られたりとか、確かにね、悲しかったりとかね。なんか、今日揺さぶられたんですよ。だから僕はね、この動画の前に揺さぶられたんだけど。揺さぶられたの？でもなんか嬉しかったなと思ったわけ。よく考えると嬉しいなっていうか、なんか揺さぶってほしいのかもしれないよね、人間。変な人だね。やばいな、これ。やばいか。でもそういうのあるよ。だって要は、例えばね、そういう信頼関係がある人しか感情が出せないんでしょ？で、そうだわ、そうだ。しかも揺さぶられるわけでしょ？揺さぶられたら何かが気づくこともあるわけでしょ？なんかいいね。でもそうだね。これはそうなのかもしれない。だけどね、それが恐れがもしあると出せないの、やっぱり。
恐れがあったり、あるに、僕も恐れが結構あったから、恐れがあると感情を出すことの恐怖の方が勝って出さないっていう、この連鎖が起きるんだよね。なるほどなるほど。自分がまあ出してあげると楽になる人がいます。私も今日ヨシさんに言うことはとても勇気がいったですね。私、ありました。やっぱりこう自分の本音を言うっていうことは私の、まあ怒りではないけどね、私は本音が好きなので、あったけどやっぱり本当にこうなんていうのかな、本音でいたいって思うんですよ。人に対しても、みんなに対しても。なのでそこで出してやっぱこうやって気づきがあったってすごく嬉しかったですね。はい、ありがとうございます。そうだからあれだよね。だから怒りを出してあげると自分が本音を言ってあげたり、怒りを出してあげると相手にとってもいいことでもあるから、どんどんみんなが自分を出していくってことが大事なんじゃないかな。そっか。だから怒りを出すことが悪いって思ってる人が結構多かったけど、それは愛情でもあるよっていうことかもしれないってことね。そうだと思う。あと抑えてるものがあるよとか、ちょっとその背景も見てあげるといいかもしれないですね。なるほどね。はい。いや今回もね、いろいろとまあ学びというかなんだろう、面白かったけど、まあね。まあ気楽に怒ってくださいって感じでいいでしょうか。じゃあ皆さんね。気楽に怒りましょう。怒りましょう。おーみたいな感じでね。はい。わかりました。じゃあまたね、では行きましょうかね。はい。じゃあありがとうございます。今日も。はい。では。ありがとうございました。はい。また、たまには怒ってください。みたいな感じでね。怒りなぁ。怒り。久しぶりに怒ったからな。本当？そんな怒って、ヨシさんに対して怒ってるっていうか、感じは分かんなかったもんね。なんでこんな私、旦那さんに当たってたから。なるほどね。分かんないものかもしれないね。だからそうなると。だから意外とこの怒りの、なんでこれ怒りはどこから来てんのかって分からない時もあるってことか。そう。拾っちゃう時もあるしね、その周りの怒りと同じ周波数になって拾っちゃってってこともあるし、いいことはでもさ、あるんだけど、もう出していかないとあれだよね。なんだろう、結局溜め込んでいいことないというか、やっぱりないよ。あんまりないと思う。ない。ねないっていうか、ないだろうなって。もうやめて。もうやめる。いや、いいよ。別にやっててもまた言うから。いや、そうね。また溜まってまた言って。言ってくれ。また泣いちゃうの。ね。で、ヨシさんが溜まったら言ってんじゃん。そうね。ここちょっとどうなの。そういうの。私だって泣くから。今度怒ろう。私だって泣くから。怒ろう。言っちゃうけど、これすぐ泣くから泣いてやる。ありがとうございます。